皆さんこんにちはなのだ。このチャンネルを担当している助手のずんだもんなのだ。今日は横浜に来ているのだ。横浜市は東京から電車で20分程度の場所にある町です。2030年を見据えた横浜市観光枚数戦略を基盤に産官学連携で持続可能な都市観光を推進しています。みなとみらい21地区を核とした都森林海部において国内外からの観光客、ビジネス客誘致、デジタルトランスフォーメーションによる周遊消費促進、環境保全都庁は下魅力ある滞在環境づくりを強化しています。アスカさん、説明ありがとうなのだ。横浜は観光に力を入れているのだ。僕もマイスに協力するのだ。みなとみらい地区、山下公園、赤レンガ倉庫、港の見える丘公園、みんなも行ったことがあるのだ。次は赤レンガ倉庫なのだ。山下公園から歩けるので行ってみるのだ。横浜赤レンガ倉庫は明治末期から大正初期に国の保税倉庫として建設されたレンガ造りの歴史的建造物です。1989年にその役目を終え、2002年に文化商業施設としてリニューアルオープン。現在は1号館、ホール、文化施設と2号館、レストランやショップで構成され、広場では四季ごとのイベントが開催される横浜の観光名所です。勉強になったのだ。赤レンガ倉庫に着いたのだ。海風が気持ちよくて、イベント会場は日本人だけでなく海外からの家族連れでめちゃくちゃにぎわっているのだ。昔は外国人に話しかけられたらどうしようって焦ったけど、今はスマホがあるから安心なのだ。道も翻訳も全部 AI 任せ、話しかけられないし英語ができなくても一生反対なのだ。そう思っていたのだ。ところがまさかのスマホの出だしで通信不能になった外国人観光客に助けを求められて、僕の脳内 CPU はフリーズ。慌ててテザリングでつなぎ翻訳アプリでなんとか切り抜けたけど、これ僕だけじゃないはずなのだ。視聴者の皆さんならどうするのだ。では本編を始めるのだ。本日もよろしくお願いしますなのだ。というわけなのだ。もし僕も離脱していたらパニックになっていたのだ。ずんだもん、それはデジタルエスケープの結果ですね。エスケープ？何が逃げているのだ。デジタルエスケープとは、現実社会でのストレス、不安、退屈、責任などから逃れるために、インターネット、ゲーム、SNS、仮想現実などのデジタル環境に意図的に没入する行為や心理状態を指します。そうなのだ。逃げるといえばずんだもんだけでなく、日本人がいかに英語から逃げているか僕が徹底的に調べますよ。出たな。データオタクの大輝、相変わらずハローすら怪しい発音なのに調査だけは爆速なのだ。痛いところを、さてとちょっと待ってくださいね。ああ、見てください。この絶望的な数字を世界116カ国を対象とした英語能力指数 EFEPI の2024年最新ランキングで日本はなんと92位まで転落しています。92位。これってお隣の韓国や最近勢いのあるベトナムと比べるとどうなのだ。韓国は50位前後、ベトナムも60位台です。日本は G7 の中でも最下位を独走中。かつては中位層にいたんですが、他国が国を挙げて英語力を底上げする中、日本だけが取り残されているガラパゴス化が英語でも起きているんです。でもアンケートでは日本人の3割は英語ができるって聞いたことがあるのだ。これは嘘なのだ。嘘ではないですが、中身が問題です。総務省の社会生活基本調査に基づくと、確かに 15% から 20% が意思疎通化としていますが、これは単語で何とか伝えられるレベルを含みます。実際の TOEIC データを見ると、最新の平均スコアは564点。これはリスニングはできても、スピーキングやライティングになると途端に何もできなくなる受信専用英語の典型なんです。受信専用、情報を入れることはできてもこっちから発信はできないのだ。その通り、ビジネスで通用する800点以上の保持者は受験者の上位 16% 程度に過ぎません。全人口比で考えれば、流暢に交渉できる日本人は数%という絶滅危惧種に近い状態なんですよ。あれ、僕ももしかしたら絶滅危惧種。と
都会と田舎で差があるのも気になるのだ。横浜みたいな観光地はみんな強そうなのだ。鋭いですね。関東圏の平均スコアは482点ですが、東北や九州の一部では440点以下。それでも僕よりは優秀です。この40点以上の差は英語を使う必要性の差です。必要性、どんなことに使うのだ？東京や大阪は外資系企業が集中し、インバウンド消費も莫大です。それはわかるのだ。英語が稼ぎの道具になっている地域では自然と人が集まり、能力も底上げされますが、地方は一部のインバウンドが集中する地域を除き、依然として英語が話せなくても困らない社会なんです。でも大輝、最近は観光郊外なんて言葉もよく聞くのだ。横浜みたいな大都市はまだしも、静かだった地方の町に急にたくさんの人が来ると、英語は話せないし、ゴミの問題や騒音で地元の人が疲れちゃうのだ。そうですね。データで見ても観光客の急増にインフラや心の準備が追いつかず、インバウンドを歓迎したいけどもう限界という悲鳴が各地で上がっています。経済効果はもちろん大事ですが、そこに住む人の日常が壊れてしまっては本末転倒ですから。せっかく日本に来てくれたのに、お互いにギスギスしちゃうのは悲しいのだ。どうすればみんなが笑顔で共生できるのだ？旅を消費するのではなく、その土地の日常にお邪魔するという感覚を持つことかもしれません。例えば現地のルールを少しだけ予習して尊重したり、スマホの画面越しではなく隣にいる店員さんに会釈をしてみたり、簡単でいいから日本語を使ってみたり、僕たちのチャンネルでも役に立つのだ。そんな小さな歩み寄りが地方の人の心を癒すんです。なるほどなのだ。英語が完璧じゃなくても、ゴミを自分で持ち帰るとか、列に並ぶとか、そういうマナーという共通言語があれば、言葉の壁を越えてリスペクトは伝わるのだ。その通り、観光客はお客様であると同時にその町の一時的な住人でもあります。日本人も完璧な英語でもてなさなきゃと構えず、ダメなものはダメと伝えつつも、困っている人には手を差し伸べる、そんな程よい距離感の共生がこれからのインバウンドには必要なのかもしれません。僕が横浜でテザリングしてあげた時も、最後にありがとうって言われて疲れが吹き飛んだのだ。結局最後は人と人なのだ。若い子は SNS で海外の動画を見まくってるし、僕らよりずっと上手そうなのだ。データもそれを裏付けています。20代の使用率は 30% を超え、学習意欲も高い。一方で41歳以上の層は偏差値重視の受験英語で燃え尽きた世代。ここを境に実力も意欲も絶壁のように急落しています。結局学校で何年も勉強したのに、なんで僕らは話せないのだ。文科省の目標セファール B1 に到達している高校生はわずか 20% 強なんです。セファールとはヨーロッパ言語共通参照枠のことで、語学力を A1 から C2 の6段階で評価する国際指標で、英語だけでなくさまざまな言語の習熟度を示す際に用いられるガイドラインです。6つのレベルに分けられ、A 基礎段階、A1 初級、A2 初級、B 自立した言語使用者、B1 中級、B2 中級の上、C 熟練した言語使用者、C1 上級、C2 熟達したレベルに分類されています。その原因は評価基準が依然としてミスをしない文法テストに偏っているからです。失敗を恐れる文化が会話の最大の壁になっています。確かに高校で陽キャの生徒も英会話練習の時は借りてきた猫みたいにおとなしくなっていたのだ。失敗しないと成長しないのに、みんな完璧主義すぎるのだ。横浜であったあの家族みたいに、田んぼと笑顔だけでつながれば十分なのに。2026年現在 AI 翻訳は最強ですが、それだけでは心はつながりません。英語ができる日本人が増えるかどうかはテクノロジーの使い方以上に僕らのマインドセットにかかっているのかもしれませんね。英語能力指数 EFEPI の2024年最新ランキング92という数字はなんだか悔しいけど、逆に言えば伸びしろしかないのだ。大輝、今日はサンキューなのだ。僕も調査結果を見てショックを受けたので、今日からアプリで学習を始めようと思います。A、B、C。そこからなのだ。はい、なんといっても絶滅危惧種ですからね。人語に落ちません。威張ることではないし、それは使い方が正しくないのだ。人語に落ちないとは他人に劣らない、引けを取らないという意味の表現ですので、大輝さん、
勉強し直しましょう。大輝は英語だけでなく、どうやら日本語も怪しいのだ。この動画が皆さんの日本語学習、日本での生活の一助になれば嬉しいのだ。皆さんも英語に関する苦労話やこうやって覚えたという秘策があれば、ぜひコメント欄で教えてほしいのだ。この動画が面白かった、ためになったという方、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いするのだ。これからも日本学研究室では皆さんの日本語学習を応援する動画をたくさんアップしていくのだ。また次回の動画でお会いするのだ。ありがとうございましたなのだ。